皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は木彫りの基本がすべてわかる、そんな動画をお送りします。この動画を最後まで見たら、角材から彫りたいものを彫るための工程がパッとわかるので、最後までぜひご覧ください。このチャンネルでは木彫りに役立つ情報を発信しています。木彫りに興味があるよという方はチャンネル登録をお願いします。今チャンネル登録者数3万人を目指しているので、ご協力よろしくお願いします。それでは木彫りの手順を説明する前に、木彫りとは何かについて考えたいと思います。これは僕個人の定義なのですが、木彫りとは木材から余計な部分を取り除いて目的の形にすることだと思います。言葉にすると簡単そうだけど、実際にやるのは難しい。そう思うかもしれません。でも、木彫りの適切な手順さえ理解していれば、案外簡単に彫れますので、まずはこの動画で手順を知ってください。それでは、木彫りの手順を発表する前に、木彫りに使う木材と道具について説明したいと思います。木材には木彫りに向いている木材、向いていない木材があります。向いている木材の種類はネットで検索すると出てくるので、ここでは全部紹介しませんが、このチャンネルでは切り材とジェルトン材をおすすめしています。この2種類を押すには2つの理由があります。1つ目は柔らかいということ。桜や欅みたいな硬い木に比べると、スポンジみたいに柔らかくサクサク彫ることができます。彫ることに慣れていない初心者の方は、まず柔らかい木から始めて、徐々に硬い木を試してみるといいと思います。2つ目は、手に入れやすいということ。店舗にもよりますが、切り材はダイソーをはじめ100円均一で手に入れることができます。細い木材ですが、これでも色々と彫れますし、接着すれば大きな材にすることもできます。ジェルトンを試してみたい方は、僕がクリーマで販売していますので、検討してみてください。木彫りに使う道具は、彫刻刀やノコギリなどよく見るものから、差し金、トースカン、ハンマーなど見慣れないもの、リューター、糸のこ、バンドソーなど、電動工具などもいろいろあります。様々ある道具のうち、何を使うかは、見てくださっている方が自分に合っているものをチョイスしてほしいと思いますが、絶対におすすめしない道具もあります。それは何かというと、100円均一の彫刻刀。100円均一にはいつもお世話になっているので、大きな声では言えないですが、100円均一の彫刻刀は控えめに言ってゴミです。100円均一の彫刻刀が切断するのは木材ではなくて、見てくださっている方の木彫りへの興味なので、決して手を出さないようにしましょう。100円均一の彫刻刀ほどではないですが、安すぎる道具というのは安いだけの理由があります。道具は長い期間使うパートナーのようなものなので、信頼できるものを選んだ方がいいと思います。それでは、木彫りの手順、工程について解説していきます。細かい道具や作業風景などはまた別の動画で紹介しようと思うので、今回は工程と木材の変化で解説していこうと思います。それでは木彫りの工程を発表します。木彫りの工程はこちらです。それでは一つ目の工程、下絵を描くから解説していきます。下絵は全ての工程の中で一番大切な工程になります。どういうものを彫ろうかというイメージを紙に写す。この工程を飛ばしていきなり木を削ってしまうと、自分の中のイメージがぼんやりしていたらいきなり失敗してしまいます。下絵は木彫りの設計図。まずは下絵をしっかりと描いてみてください。そんなこと言われても絵なんて描けないよと思った方、安心してください。フリーで公開されている下絵というものもありますので、最初はそういうものを彫りながら少しずつ下絵を描く練習をしていったらいいと思います。ここで僕のおすすめの下絵の練習法があるので、それを紹介したいと思います。まずモチーフ。モチーフは人気キャラクターを選ぶのがおすすめです。この動画のキャラクター、ムーミンも人気キャラクターですね。ではなぜ人気キャラクターがいいかというと、資料がたくさんあるということが第一に上がります。下絵を描くのに一番大切なのは資料集めです。でもそれなら犬とかでも資料はたくさんあるよと思うかもしれません。そこで人気キャラクターがいい2つ目の理由なんですが、人気キャラクターには個体差というものがありません。例えばチワワだと目が大きい小さい、耳が立っている、耳が垂れている、毛の色が違って印象が変わるなど、資料としてはちょっと扱いづらいところもあります。人気キャラクターがおすすめの3つ目の理由は立体化されているということです。絵や画像だけだとどういう構造になっているのかわからないという場所も、例えばムーミン、
フィギュアなどで調べれば立体物の構造を知ることができます。今回描いたムーミンの主体はこちらです。正面と側面の絵を描きます。この時手の位置や顎の高さなどを合わせて描くので方眼紙を使うと便利です。後ろから見た姿や上から見た俯瞰の絵などは集めた資料で保管できる時は描かなくても大丈夫です。初心者の方やそのモチーフを彫るのが初めてで体の構造の理解がいまいちという時はまず直立不動、こういう立っただけのものを彫ってみるのがいいと思います。自由なポーズを彫る方法っていうのはまた別にあるので、それはまた別の時にアップしたいと思います。下絵を描くのに一番大切なのは資料をたくさん集めることです。正面と横の絵を描くからといって2枚だけの資料を集めるのではなくて、上、後ろ、斜め、尻尾はどうなっているのかな、耳はどうなっているのかななど、いろいろな画像をできるだけたくさん集めるようにしましょう。集めた資料は彫るときにもとっても役に立ちます。ちなみに僕はこの絵を描くのに20枚程度のムーミンの画像を集めました。ネット検索の他にも Pinterest というとっても便利なアプリもあるのでおすすめです。下絵ができたら型紙を作ります。厚紙に貼った後、直線で切って作るとこの後の工程がやりやすくなるのでおすすめです。正面の余形を取る。型紙を作ったらそれを木材に移します。表から移すことができたら裏面にも移します。両面移したらこれで準備 OK。入り墨にノコギリを入れて下絵以外の余計なところを削ってしまえば2、正面の余形を取るは終了です。3、側面の余形を取る。正面の余形が取れたら次は側面です。やることは正面の時と同じ。型紙を移して移せたら入り墨にノコギリを入れて下絵以外の余形を取ります。これで ③ 側面の余形を取るは終了です。4、すり抜けた絶対いらない余形を取る。正面の余形と側面の余形が取れてすっかりムーミンっぽい形になりました。はい、すいません。まだまだ形はわからないです。次は正面の余形と側面の余形。それをくぐり抜けてくっついてきたいらない余形を取ります。まず一番大切なことは焦らないこと。型紙通りに取ってきた今までの工程と違って、この工程は自分で取る場所を考えなくてはいけません。木彫りの工程の中で一番難しい工程です。焦らず時間をかけてください。まずは彫刻刀を置いて色鉛筆を持ってください。下絵を見て絶対にいらない部分にマークしてそこから取っていきます。それを繰り返すと ④ すり抜けた絶対いらない余形を取ることができました。さっきよりも少しムーミンに近づきましたね。5、斜めの余形を取る。長くなりましたがもう少しの辛抱です。4番目の工程が終わったら次は斜めの余形を取ります。ムーミンはほとんどが丸で構成されています。なので角張った部分の角を取り丸に近づけます。この時大事なポイントは丸いものだからといっていきなり丸い形に作ろうとはしないということです。いきなり丸くしたものの形は安定しません。一方、四角いものから角を取って丸に近づけていったものは形が綺麗で思い通りの形にできます。5、斜めの余形が取れました。形としてはほぼムーミンになりましたね。6、仕上がり。形が出てきたらあとはひたすら整えていきます。まだ表面にはいらない余形がたくさんついています。それを彫刻刀を使ってシェイプアップしてあげましょう。僕は表面を細かな面を並べる仕上げが好きです。というか、それしか今のところはできません。他にもタッチをつけたり、紙やすりを使ったり、色を塗ったりする方法もあります。はい、表面が仕上がりました。目と眉毛を刻めば6、ムーミンが仕上がりました。それでは改めて木彫りの工程を振り返ってみましょう。下絵を描いてイメージをつかみ、正面の余形を取り、側面の余形を取る。すり抜けた絶対にいらない余形を取って、斜めの余形を取る。あとは表面の余形を取って仕上がり。この工程で作業すれば角材がムーミンになりました。今回はムーミンをモチーフに木彫りを解説しましたが、今回の工程は全てのモチーフに使える工程です。木彫りって難しそうだなというイメージが少しでも和らいだら嬉しいです。この動画が役に立ったという方はチャンネル登録をお願いします。そしてもっと専門的な木彫りの知識が欲しいという方はメンバーシップにご登録いただくと専門的な木彫りの動画も載せています。それに僕も喜びます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。